株式会社音力発電の早水と申します。今日は、貴重なお時間をいただきありがとうございます。それでは私の方から、循環型波力揚水発電について説明をさせていただきます。まず弊社についてです。サウンドパワーコーポレーション音力発電という社名で、まさに音の力で発電するということを創業時にですね、行っていた技術ベンチャーです。で、今日ご紹介させていただく波力発電ですね、については、2017年から弊社が一番力を入れているという技術になっております。また、一番下に書いてあるんですけども、弊社はですね、技術ベンチャーとして日本の国からもですね、いろいろご支援をいただいているというような会社になっております。まず、地球の表面積の約7割は海です。つまり、地球上に存在するエネルギーのうち、海洋エネルギーというのは非常にポテンシャルとして大きいということが分かると思います。で当然ですね、そうなると、このエネルギー、海洋エネルギー、波力のエネルギーを使って発電をしようということを考えるわけなんですけれども、実は波力発電の研究自体はもう40年以上ですね、世界で行われております。ただ、実際に、普及したと、実用化で成功したという事例はまだまだ少ないというのが現状でございます。でそれはどうしてかというとですね、波力発電の研究を続ける上で、三大課題というのが分かってきました。でその三大課題をご紹介します。一つ目は、コストですね。この画像にあるように、フジツボのような海洋生物が、たくさん発電装置についてしまって壊れてしまうとかですね。あとは海底ケーブルのようなものも非常にお金がかかるというようなこともあります。で2つ目は、安全性ですね。台風とかの高波対策で、壊れてしまうというようなことですね。そういう耐久性に対する問題がまずあります。で3つ目が、漁業との兼ね合いですけれども、どうしても海で発電するので、いろんな種類波力発電の種類、今までいろいろ開発されているんですけれども、海の沖合に出て設置するというような場合が多いです。そうなると、船の通り道ですね、航路の邪魔になってしまうとかですね、あとは波が高いところで発電したいわけですけど、波が高いところは、漁場としてもいい漁場だったりするので、漁業者との兼ね合いがなかなかつかずに許可が出なかったという設置場所の問題というのがあります。で我々はですね、この三大課題をすべて一度にクリアするためにですね、今回ご紹介させていただく循環型波力揚水発電というものを開発しております。完成予想図が右と左との画像で映し出されています。全体の大きさはですね、現在のところ20メートル ×30 メートル、高さも30メートルぐらいのものを想定しています。で、この縞模様があると思うんですけれども、濃いブルーですね、と真ん中のブルーの、ちょうどこの間の線がありますけども、ここぐらいまでがですね、海面、要するに濃いブルーは海の中に入っているというところです。で、全体船型をしておりまして、海に浮かべて、設置します。設置はアンカリングをします。で、耐用年数は大体30年ぐらいかなというふうに思っているんですけども、そんな想定で今開発をしています。で、海に浮かべている船型ですけども、前方にですね、波の取り込み口が開いております。で、この青い濃いブルーまでが海の中なので、ちょっとだけですね、1.5メートルぐらいなんですけれども、波の取り込み口が顔を出している。海の上に顔を出しているという状況です。で、波の取り組み口からザブッと波が入ってくるわけですけれども、中身はこのようになっています。でまず、大きな円柱状のフロートが入っております。でフロートの中に、これも大きなピストンのようなものですね、が入っているというふうに考えてください。で、ピストンの先に、揚水管という水を汲み上げる管がついているんですけども、波が入ってくると、この白い
外側のフロートがですね、上に上がります。そうするとピストンも押し上げられて、このピストンの中には循環水という水が入ってるんですけど、水が上から出てきます。で、ここに上部プールという水を溜めるプールがあります。で、水が溜まりますと、ここ複水管といって、水を流して、ここで発電機があるんですけど、発電する。要するに水力発電をします。で、下部プール、下にまた水が溜まり、で、この下部プールに溜まった水はまたこのピストンの中に戻ってきます。で、波が来たときにフロートが上がって、波が引くとフロートは元の位置まで下がります。フロートが下がるときに、この下部プールから水がまた供給されて、ピストンの中に供給されて、元の状態に戻る。で、また波が来るとピストンとフロートが上にぐっと持ち上がる。で、水がポンプアップされるというような仕組みになる。で、このような仕組みで、今、実験をいろいろしております。これはですね、増波装置という装置で、実験をしているところなんですけども、先ほども説明させていただいた揚水管というのが、ここになります。揚水管の先から水がポンプアップしている。で、上部プールに水が溜まって、上部プールから水力発電をするために複水管があって、発電機が、今はちょっと LED がついてますけど、発電させている。で、下部プールに溜まる。で、この下部プールに溜まった水が、ここピストンなんですけども、ピストンにまた水が供給される。この写真はですね、増波装置で、実際ちょっと下の方で見えないんですけれども、波がこうやってきて、フロートが上下しているというところですね。で、現在は2メートルまでのポンプアップに成功しております。実際はこれの10倍、20メートルの高さポンプアップする予定ですので、10分の1までの実験に成功しているという。で、ここで一つ映像をご覧いただければと思います。こちらは去年の3月に日本の国土交通省のですね、予算で、島根県の海士町というところで実証実験を行いました。その時の映像です。実証機がこちらのブルーのものになっています。これです。で、大きさは、3メートル、2メートル、高さも一番高いところで3メートルです。先ほどのですね、完成予想図では20メートル、30メートル、高さも30メートルということを説明しましたけれども、それぞれ10分の1の大きさになっています。で、この映像で言うとですね、右側から波がこうやってきます。で、この白いフロートの部分が、見えると思いますけど、こちらがですね、これは小さいモデルなんで30センチ、数十センチなんですけれども、上下しています。すみません、数センチですね。上下しているのは数センチです。で、これが2箇所目ですね。この映像で言うと、防波堤のがここにありますけど、本来ではここの外側に置きたかったんですけども、小さい実証機ですので、安全性を考えて、この内側の港に入れております。で、波がやってきて、ここに水が溜まるんですけれども、白いフロートが数センチ、上下しています。あと、排水もされるので、ここの海面のレベルは常に、上がったり下がったりしているという状況です。で、ポンプアップされている揚水管の先端の映像です。で、発電機で、発電をしてで地元の、海士町大江町長でございます。海士町様とは、実際にですね、この発電を導入する際には、特別目的会社、SPC を作って一緒に、共同で運営しましょうというようなお話までさせていただいております。で、去年の3月16日なんですけども、日本のですね、日経新聞にも、
今回の実証がですね、掲載いただいたということになっています。で、このスライドはですね、一番三大課題の中でも重要視している台風とかの高波対策についての説明をもう一度させていただきます。これ横から見た断面図ですけれども、平常時はですね、波の高さが、この辺だとすると、その波の取り込み口ですね、1メートルだけ上に上げているとすると、1メートル以下のものは中に入ってきて、フロートがあります。ここに水が溜まって、下から排水されたりします。で、台風とかですね、高波が来た場合、1メートルを超える2メートルとか3メートルとか、中には5メートル、10メートル、そういった波もあると思いますけども、そういったものが来た場合は、ここでカットされてしまうんですね。1メートル以下のものは、これまで通り波を取り込んで、フロートまでやってきますけど、大きな波はカットしてしまう。フロートとかはですね、非常にデリケートな、部分ですので、そこに強い波を直接は当てないと。周りの外側の、船の本体の部分で、ガードしてしまうというような仕組みになっています。こういうことで、台風対策をしようというふうに考えています。また、アンカリングをするということでしたけれども、一つ20トンのコンクリートアンカーですね、シンカーというものを、前方に4本、後ろ側に2本、合計6本でつなごうというような考えで、設計をしております。ここからはですね、先ほども説明しましたけれども、一旦ちょっとまとめというところで、スライドを用意しました。循環型波力揚水発電というのはですね、こういう船型をしていて、大体大きさとしては30メートル、20メートル、高さも30メートルぐらいのものなんですけれども、海に浮かべて発電できますよというものです。またですね、三大課題の一つでもありましたけど、漁場との兼ね合いというところを考えた場合、この完成予想図のように、これは防波堤の外側に設置しているんですけれども、こういった場所に設置しようということで、海の沖合に設置するこれまでの従来タイプとは違います。ここであれば、船の通り道、航路になっているわけでもないので、邪魔をするわけでもない。あと、漁場にですね、なっているというのは非常に稀なんですね。時々、砂地があって、ここでヒラメが取れるみたいなことをおっしゃる漁業者さんもいるんですけれども、我々全国の漁業組合さんとヒアリングする中で、1箇所だけですね、そういったところありましたけど、他はですね、防波堤の、外海側というのは漁場として使ってませんので、こういったところだったら設置は問題ないというふうに言われています。で、現在ですね、330キロという出力を発電機を開発しているんですけれども、330キロというとですね、だいたい400から600個ぐらいの、電力を賄えるというふうな量になっております。あと一つだけ設置の条件がありまして、これ一部海の中に入ってますので、水深がですね、5メートル以上はないと設置できませんということが条件としてあるんですけれども、5メートルというのはですね、多くの港の場合、5メートル以上深さがありますので、大きなハードルにはならないというふうに考えています。で、日本のようなですね、海洋国家にとっては、波力発電というのは、波力の、というのはですね、重要な、国際エネルギーだというふうに我々考えていますというところです。またこれも繰り返しになりますけれども、波力発電はですね、約40年間開発、世界的にする中で、三大課題というのがありました。で、その三大課題を我々は全て解決できるだろうというふうに考えていますよというところです。で、日本のですね、国からもですね、この技術にはご支援いただいておりまして、経産省のネド様、総務省様、国土交通省様、先ほど映像ですね、見ていただきましたけど、そういったところからも支援をしていただいているというところですね。我々のようなですね、技術ベンチャーが、こういった国プロをですね、同時に3つ受けられたというのは、聞いたことがないというふうに言われるんですけれども、それだけ国も注目していただいているのかなというふうに考えております。
あと、ここにですね、書いてますけど、これはネドというところから出ている資料を抜粋してますけれども、日本のですね、海洋エネルギー、波力エネルギーのポテンシャルとしては、36ギガワットというものがあります。これはですね、日本の、ね、電力会社10社の年間発電容量のですね、約6分の1から3分の1にもなるというような非常に大きなポテンシャル、エネルギー量を持っているというところで、注目していただいているというふうに思っております。でこちらの表はですね、今日ご紹介させていただいた循環型波力揚水発電と従来の、発電技術、海洋の発電技術の比較をしたものです。ご覧の通りなんですけれども、まず、縦軸にはですね、発電量というのをまず取ってますけど、発電量自体はですね、どれもですね、ある程度大きな発電が見込まれています。やっぱりエネルギーが大きいですからね、海のエネルギー。で差が出るところがここからです。設置場所をですね、先ほどもご説明しましたけど、我々は5メートル以上の水深が必要だというところはありますけれども、まず、台風対策とかですね、そういったところも全部していますよというところと、あとは海洋生物対策ですね、そういったこともしていますよというところがまずあります。で、この2つ、海洋生物対策とかサイズのところをクリアすることで、コストというところも、比較的安くできるだろうというふうに考えています。で従来のものはそういったところ、三大課題がありましたので、苦戦をしているのというところですね。こちらのスライドは、今後の予定についてです。まず、去年ですね、映像でも見ていただいた海士町での、小さいタイプですけども、実証を行いました。で、今年ですね、8月頃を予定しているんですけれども、久米島で、約1年間実証を行います。今年の8月から来年の7月、7月までですね、を予定しています。で、その間にですね、3分の1ぐらいの大きさのものをですね、高知県の鵜来島というところで、実証しようというふうな計画です。それがですね、今年の3月から4月頃を予定しております。で、その高知県の実証を踏まえて、8月からですね、久米島、約1年間の実証。で、こちらでは330キロという1分の1の大きさのものを実証する予定です。でその後、2023年の、秋頃ですかね、最速、最短で、実用化をスタートしようというふうに考えています。で、こちらのスライドはですね、中長期的な戦略なんですけれども、発電、波力発電をした中でですね、実際には、直接ですね、電気として使うという直接利用もあると思うんですけれども、いわゆるグリーンアンモニアとかグリーン水素ですね、そういったものを作る水素工場、アンモニア工場というようなものの電力にも使ってもいいんじゃないかというふうに考えています。これはですね、どうしても発電する場所によって、発電した後の送電がですね、距離が従来の送電網と距離が離れているとですね、そこの自衛線を引くコストが高くなってしまうんですけれども、そういった場所であれば、水素とかアンモニアを作る工場の電気として、工場をですね、誘致して、そこでの電気として使うと。非常に電力たくさん使うわけなんですけども、そういったことで、波力産業というふうに呼んでますけれども、地元にですね、いろんな新しい産業、雇用を、持ってくると。そういったことにも役に立てないかなというふうに考えているところでございます。以上です。ありがとうございました。